厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はフィンランドの英雄ジャン・シベリウスをご紹介します。今流れているシベリウスの代表作交響詩フィンランディアは、当時ロシアの圧政に苦しんでいたフィンランドの人々が奮い立った愛国心あふれる名曲です。美しく力強いこの音楽は今もなお世界中で愛されています。一方でシベリウスは交響曲の作曲家として世界的に評価されているということはご存知でしょうか。シベリウスはベートーベン以後最大の交響曲作家とも言われているんです。この動画ではシベリウスの名曲とともに、なぜシベリウスがベートーベン以後最大の交響曲作家と言われるのか、そしてシベリウスはどんな人生を送ったかをご紹介します。シベリウスファンはもちろん、これまであまり馴染みのなかった方もシベリウスのお気に入り曲を見つけるつもりで見ていただければ嬉しいです。それではぜひ最後までご覧ください。シベリウスの人生をご紹介する前に、シベリウスに深く関係する祖国フィンランドが当時どんな状況だったのかをご紹介しましょう。フィンランドという国はもともとフィン人が住む国で、同じ北欧のスウェーデンやノルウェーのノルマン人国家とは異なる文化と歴史を持っていました。そんなフィンランドは西にスウェーデン、東にロシアに挟まれ、常に大国に脅かされてきたのです。12世紀にスウェーデンの十字軍侵攻が始まり、フィンランドはキリスト教のスウェーデンの支配下に置かれました。しかし13世紀に入ると、今度はロシアがギリシア正教を布教しに北上します。こうしてフィンランドはたびたびスウェーデンとロシアの抗争の舞台となりました。時が経ち1796年にナポレオン戦争が勃発した時にも、フィンランドは侵略の対象となってしまいます。そして1815年、ナポレオン戦争を終結させたウィーン議定書により、フィンランドは正式にスウェーデンからロシアの支配下に置かれたのです。この50年後の1865年12月、シベリウスはフィンランド・ヘルシンキの北約 100km にあるハメーンリンナという町に生まれました。ハメーンリンナは小さな町でしたが、歴史文化の重要拠点でした。そのため人口の3分の1はロシア兵という異様な緊張感のある雰囲気だったそうです。そして1868年、フィンランドを大飢饉が襲います。多くの人が栄養失調に伴いチフスなどの感染症にかかり、なんと2ヶ月で4万人の死者が出たそうです。シベリウスの父クリスティアンは医師でした。感染者の治療をする中で自身もチフスに感染してしまいます。そして7月に47歳の若さで亡くなってしまいました。しかしシベリウス一家は父を亡くした悲しみに暮れる暇もありませんでした。それは父クリスティアンが莫大な借金を残していたからです。クリスティアンは人柄がよく友人の保証人になっていたり、また自身も浪費家で借金癖があったのです。こうしてシベリウスは2歳半で家族とハメンリンナを転々とする生活を余儀なくされました。幼いシベリウスは親戚の家のピアノに興味を持ちますが、1875年10歳になる年にバイオリンを与えられたのをきっかけに、シベリウスの音楽への関心はバイオリンへと移ります。1881年15歳で本格的にバイオリンを学び始めると、シベリウスは一気にのめり込み、プロのバイオリニストを目指すようになります。シベリウスはバイオリンと同時に独学で作曲も勉強し始めました。しかし家族からは音楽家はまともな職業ではないと強く反対されます。シベリウスは1885年19歳でヘルシンキ大学の理学部に渋々入学しました。しかしシベリウスは理学部から法学部にすぐに籍を移したかと思うと、その勉強はそこそこに、なんとヘルシンキ音楽院にも入学したのです。音楽院ではバイオリンに加え作曲も熱心に学びました。シベリウスは在学中から素晴らしい作品を生み出します。シベリウスの才能はフィンランドの大作曲家ロベルト・カヤヌスの目に留まります。カヤヌスは20代でヘルシンキフィルを創設した凄腕の音楽家です。当時カヤヌスはシベリウスの才能を公表しています。彼のような天才を前にして、私が作曲することはもう二度とないだろう。そして1889年23歳で音楽院を卒業し、政府からの奨学金を得ることができました。
シベリウスはその年からベルリンへ留学します。ベルリンではモーツァルトやヴェルディ、ワーグナーのオペラやベートーベンやベルリオーズの交響曲の名演を数多く聴きました。中でもシベリウスに衝撃を与えたのがカヤヌスが作曲した交響詩アイノです。アイノはフィンランドの伝説・伝承をまとめた物語カレワラを題材にしたものでした。このカレワラは後のシベリウスの創作活動の豊かな源泉になります。さらにシベリウスは1890年、再度奨学金を得てウィーンへも留学しました。ベートーベンやブルックナーの交響曲、ワーグナーの楽劇に触れ、作曲やオーケストレーションを学びます。ところで、プロのバイオリニストを目指すシベリウスには大きな壁がありました。とても繊細でナイーブなシベリウスは極度の上がり症だったのです。在学中にソリストとして出演したコンサートでも緊張のあまり何度も失敗していました。そしてこのウィーン留学中に受けたウィーンフィルのオーディションにも落選したことによって完全に自信を失います。こうしてシベリウスは10年間追いかけ続けた夢を諦めたのです。しかし音楽の道を断念したわけではありませんでした。シベリウスは作曲家の道に方向転換することを決意します。このウィーン留学でシベリウスは作曲においても大きな壁に直面していました。ウィーンは古典派のモーツァルトやベートーベンが活躍した歴史的音楽都市でした。そんな音楽の美学が確立していたウィーンで、北欧のシベリウスの感性は粗野で野蛮な音楽とまで言われ、十分に理解されなかったのです。シベリウスは必然的に自らの民族的アイデンティティに向き合わざるを得ませんでした。そして作曲に独自の美学を強く反映していくようになります。シベリウスはベルリンで聴いたカヤヌスの交響詩アイノの題材となったフィンランドの物語カレワラから豊かなインスピレーションを受け、数々の交響詩を作曲します。1892年、26歳のシベリウスはカレワラのクレルボ神話を題材にした交響詩クレルボを初演します。クレルボの初演は大ヒットとなりました。続く1893年には交響詩エンサガや舞台劇カレリアの付随音楽も発表し、シベリウスは一躍ヘルシンキの若手トップアーティストになりました。プライベートもすこぶる順調でした。1892年、シベリウスは音楽院時代から思いを寄せていたアイノ・ヤーネフェルトと結婚します。結婚の翌年1893年には待望の長女も生まれました。しかしこの翌年の1894年、28歳のシベリウスは急にスランプに陥ります。構想していたワーグナー風のオペラ、船の建造の作曲がどうにも進まなくなっていたのです。そこでこの年の夏、シベリウスはワーグナーの聖地バイロイトを訪れることにしました。シベリウスはワーグナーの楽劇を次から次へと精力的に鑑賞し、楽譜を手に入れて研究を進めました。最初はワーグナーの壮大な世界観に感動していたシベリウスでしたが、徐々に違和感を覚え始めます。ワーグナーの大げさな表現やドラマチックすぎるストーリー展開が内向的なシベリウスとは相入れなかったのです。こうしてシベリウスはオペラ、船の建造の作曲を断念します。そして改めて交響詩の可能性を模索し始めます。翌年の1895年には交響詩森の精を発表。その翌年の1896年にはカレワラの連民概念神話に基づいて作曲した交響詩連民概念を発表します。連民概念には未完に終わったオペラ船の建造の序曲として作曲されたものが転用されています。それがこちらのトゥオネラの白鳥です。この時シベリウスは30歳、定職にはついていませんでした。多くの音楽家が常勤の教師として生計を立てていましたが、シベリウスにとってそれは作曲活動に関係のない煩わしいものでしかなかったのです。しかしシベリウスは贅沢好きで浪費癖があり、生活は安定していませんでした。次女が生まれ2児の父親になっていたシベリウスは重い腰を上げます。
急遽ポストの空いたヘルシンキ大学の教授に志願したのです。教授のポストにはカヤヌスも応募していたのですが、選考はシベリウスの圧倒的優位で決着しました。ところがカヤヌスがシベリウスに対する大々的なネガティブキャンペーンを始めます。さらにはヘルシンキ大学の学長にも取り入り、強引に結果を覆してしまったのです。しかしこのカヤヌスの暴挙は明るみに出てしまい、フィンランド音楽界を揺るがす大スキャンダルとなってしまいました。そしてこの騒動を収束させるため、フィンランドの議会はシベリウスに年金として教授の年俸の半額を支払うという超特例措置を決定したのです。仕事をせずして収入がもらえるというのはシベリウスにとってはありがたいことでした。シベリウスはカヤヌスに対して遺恨を残しますが、結果的に作曲に専念できるようになったのです。この騒動の後、フィンランドに暗雲が立ち込めます。1898年にフィンランド総督となったロシアのボブリコフが徹底してロシア化政策を強行したのです。翌年の1899年2月にはフィンランドの自治権を廃止し、フィンランド国内にロシアの法律を適用しました。シベリウスはこれに憤り、抗議の意を込めて合唱曲アテネ人の歌を発表します。この曲はロシアの圧政の反発でナショナリズムが高揚していたフィンランドで爆発的なヒットを記録しました。フィンランド国内の反発に対し、ロシアはさらに圧力をかけます。反ロシア的な記事を掲載する新聞を発行禁止にするなど、言論弾圧が行われたのです。ジャーナリストたちはこれに猛抗議をします。そして報道と言論の自由を訴える大規模なイベント、報道の記念日を開催しました。愛国的なイベントがフィンランド各地で行われたのですが、中でも特に注目を集めたのがヘルシンキのスウェーデン劇場で初演された歴史的情景という舞台劇でした。シベリウスはこの舞台劇の付随音楽を作曲しました。とりわけ人々を熱狂させたのが最後のシーンで使われたフィンランドは目覚めるという曲でした。フィンランドの抑圧と闘争の苦難と輝かしい未来への希望を表したこの曲はフィンランドの人々の心を揺さぶりました。この翌年1900年、フィンランドはパリ万国博覧会に参加することになりました。当時独立国ではなかったフィンランドがパリ万博に参加するということは非常に意義のあるものでした。フィンランドとその音楽を国際社会にアピールするため、シベリウスはヘルシンキフィルのパリ万博遠征を支援します。そんな折、シベリウスのもとに匿名の手紙が届きます。その手紙にはこんな風に書かれていました。ヘルシンキフィルのパリ万博遠征公演を飾る序曲のような作品を作られたらどうでしょう。すべてを突き抜けたその曲は、そう、フィンランディアと名付けられるべきです。シベリウスはこの手紙に従い、舞台劇歴史的情景のクライマックスで使用したフィンランドは目覚めるを独立した曲として改編します。そして出来上がったのが今流れているシベリウスの代表作、フィンランディアです。さて、この歴史的情景やフィンランディアの作曲と同時期に、シベリウスはもう一つの重要な作曲を手掛けていました。それが交響曲の作曲です。交響曲とは最も大きなオーケストラ作品で、特にベートーベン以降、交響曲は作曲家にとって憧れの対象ともなっていました。そしてシベリウスが初めて作曲した交響曲第1番がヘルシンキフィルのパリ万博遠征公演のメインプログラムに決まったのです。これによってシベリウスは交響曲の作曲家として国際的な知名度を獲得しました。
パリ万博遠征という歴史的な国家プロジェクトを成功させる過程で、シベリウスはカヤヌスと和解しました。カヤヌスはパリ万博遠征公演の後、こんな風に語っています。シベリウスの存在なくしては遠征公演は絶対に成功しなかった。彼の音楽こそ私たちフィンランド人の大いなる希望なのだから。パリ万博遠征公演の成功の裏で、シベリウスには悲しい出来事が起こっていました。1900年2月、わずか1歳3ヶ月の三女が亡くなってしまったのです。絶望に打ちひしがれていたシベリウスを支えたのがアクセル・カルペラン男爵でした。実はカルペラン男爵は匿名の手紙でフィンランディアの作曲を進めた人物だったのです。シベリウスはパリ遠征からの帰国後、カルペラン男爵に勧められイタリア旅行に行きます。カルペラン男爵はシベリウスが家族でイタリアに滞在できるよう資金集めも買って出ました。ここからカルペラン男爵は生涯にわたり親友としてシベリウスを経済的・精神的に支え続けるのです。ヨーロッパの主要都市を経由したイタリアへの旅はシベリウスの創作意欲をかき立ててくれました。帰国後、シベリウスはイタリア旅行で得た着想から2番目の交響曲を作曲します。シベリウスに明確な意図はなかったようですが、カヤヌスはこの曲を愛国的な曲だと評価し、多くの聴衆もこれに納得しました。この頃ロシアの圧政は日に日に厳しさを増していました。1900年には段階的に全ての公文書をロシア語で表記することを指示されます。1901年にはフィンランド軍が廃止され、フィンランド兵は完全にロシアの指揮下に置かれたのです。シベリウスの意図とは異なり愛国的とされたこの交響曲第2番は多くのフィンランド国民に熱狂を持って迎えられ大成功を収めました。交響曲第2番を作曲した後、シベリウスは複数の作品を手掛けていました。そのうちの一つが劇クオレマのための付随音楽です。そしてもう一つがこちらのバイオリン協奏曲です。しかしこのバイオリン協奏曲の初演は失敗に終わりました。高い演奏技術が求められるこの曲にソリストが対応できなかったのです。シベリウスは精神的なダメージを負います。しかもこの頃シベリウスは新しい自宅の建設もしており、いつもに増して莫大な借金を抱えていました。そして6月にシベリウスをさらに不安にさせる出来事が起こります。ボブリコフ総督がフィンランドの青年により暗殺されたのです。フィンランドとロシアの関係はより緊迫感を増していきました。シベリウスは毎晩大量の酒を飲むようになります。そして9月、正常不安やストレスから逃れるように完成した新しい自宅へ移り住みました。新しい自宅はヘルシンキから北へ40キロのところにあるヤールウェンパーにありました。森と湖に囲まれた自宅は妻アイノのいる場所という意味のアイノラと名付けられました。田舎暮らしをスタートさせてからもシベリウスは浪費を重ね酒にも頼り続けていましたが、自然の中での暮らしはシベリウスに作曲のインスピレーションを与えてくれました。こうしてシベリウスは3作目の交響曲の作曲に取り掛かります。しかし作曲はあまりはかどりませんでした。そんなシベリウスにベルリンフィルで交響曲第2番を指揮してほしいという依頼が入ります。刺激を求めた39歳のシベリウスは1905年1月ベルリンに向かいます。ベルリンでの交響曲第2番の演奏は大成功でした。
さらにドイツの出版社ロベルト・リーナウ社と多額の報酬の契約ができ、経済的な安心も手に入れました。その後シベリウスは激不随音楽ペレアスとメリザンドを完成させたり、大失敗に終わったバイオリン協奏曲を改訂したりと順調に作曲を進めていきました。それでもやはり交響曲の作曲だけはうまくいかなかったのです。しかしすでにお披露目のコンサートがロンドンで決定していました。追い詰められたシベリウスはストレスをまたもアルコールにぶつけます。それでも作曲に妥協はしませんでした。自らと向き合い苦難の末、交響曲第3番を生み出します。しかしロンドンの公演には間に合わず、1907年9月にヘルシンキで初演を行いました。交響曲第3番はこれまでの愛国的なシベリウスの作風とは大きく異なっていました。ロマン主義や民族主義的な色は薄まり、明快で躍動感があり、簡潔に凝縮された古典的な作風です。それでいて古典的な4楽章ではなく3楽章というユニークな構成でした。聴衆の中には期待と異なる作風に戸惑い拒絶反応を示す人もいたそうです。新たな表現を試みた新作が受け入れられなかったことにシベリウスはショックを受けます。そしてついにシベリウスの体にも異変が起こります。シベリウスはアルコール依存症でしたがヘビースモーカーでもありました。40歳を過ぎた頃からシベリウスの健康状態は日に日に悪化していき、ついに1908年42歳の時に喉に腫瘍が見つかったのです。摘出手術は難航しましたがなんとか成功します。しかし転移や再発による死の恐怖は引き続きシベリウスにつきまといました。また大好きな酒とタバコをやめなければならず、ここから苦しい闘病生活に入ります。さらにリーナウ社との契約も厳しい状況にありました。シベリウスは年間4作をリーナウ社から出版するという契約で多額の報酬をもらっていたのですが、契約通りに作曲ができていなかったのです。また浪費によって膨れ上がった借金もシベリウスに重くのしかかっていました。シベリウスは生活のため新作の作曲に加え過去の作品の改訂を急ピッチで進めました。今流れている交響曲第4番もこの頃に作曲されました。初演は1911年45歳のシベリウス自身の指揮で行われました。この交響曲第4番も斬新で決して分かりやすいとは言えない交響曲でした。またも聴衆は困惑し多くの批判がありました。しかしシベリウスはこの作品について自信を持ってこう語っています。私はこの作品の将来に強い自信を抱き続けています。そこには一音たりとも変更すべき箇所はありません。シベリウスは交響曲第4番を書き終えた後、次なる作品のインスピレーションを求めフィンランドを離れます。パリやベルリンに滞在し、コンサートやサロンに通い詰めました。そして1913年の夏、シベリウスに嬉しいオファーがありました。アメリカの大富豪カール・シュトッケルから交響詩作曲の依頼があったのです。シュトッケルはシベリウスの大ファンで高額の報酬を提示してくれました。シベリウスはこれを喜んで引き受けます。1914年5月、48歳のシベリウスはシュトッケルが創設した音楽祭で交響詩オセアニデスを含む自作曲のプログラムを指揮し、歴史的な大成功を収めました。シベリウスがアメリカから帰国した1914年の夏に第一次世界大戦が勃発しました。ロシアの支配下のフィンランドはドイツ、オーストリアの敵国になってしまいます。ドイツやオーストリアでの音楽活動や出版が困難になり、シベリウスの収入も激減してしまいました。そこでシベリウスは収入のために商品を毎週作曲するようになります。アメリカの音楽祭での成功で作曲の意欲が最高潮になったシベリウスは新しい交響曲の作曲も始めました。
しかもこの時、第5番と第6番の2作をなんと同時に進めていたのです。交響曲第5番はシベリウス50歳の誕生日の祝賀コンサートで初演されることが決まっていました。しかしまたしても作曲は難産で、追い込まれたシベリウスはまた酒とタバコを始めてしまいます。誕生日の祝典は国を挙げた盛大なものになりました。フィンランド中の期待の中、なんとか間に合わせた交響曲第5番が初演されます。結果は大成功でした。しかしシベリウスは納得せず、この後2度にわたって交響曲第5番に大々的な改訂を施すことを決意します。交響曲第5番の初稿が初演されてから1年4ヶ月ほど経った1917年3月、フィンランドにとって歴史的な出来事が起こります。ロシア革命によってロシア帝国が崩壊し、ソビエト政権が立ち上がります。そして1917年12月、フィンランドは悲願の国家独立を果たすのです。しかしフィンランドに平和が訪れたというわけではありませんでした。保守派と革命派の内戦が勃発したのです。シベリウスはこの時、義勇軍の曲、イエーガー隊行進曲を作曲しました。ところがこの義勇軍イエーガー隊が保守派の支持を表明したことにより、イエーガー隊の曲を作ったシベリウスまでもが過激な革命派にマークされてしまうのです。1918年、革命派はシベリウスの自宅アイノラに武器を持って家宅捜索に入ります。これを知ったカヤヌスは革命派と交渉し、シベリウスも説得して一家をアイノラからヘルシンキに移動させました。シベリウスは辛労に加え、内乱による食糧難によって2ヶ月で20キロも痩せてしまったそうです。シベリウスはヘルシンキでも作曲を続けましたが、交響曲第5番の改訂はやはり難産で疲弊していました。翌年の1919年、そんなシベリウスにカルペラン男爵から手紙が届きます。そこには交響曲第5番の良い点や改善点が愛をもって鋭く率直にしたためられていました。シベリウスはこのアドバイスに奮い立ち、改訂のペースを上げました。しかしシベリウスを思いやったカルペラン男爵の体をこの時病が蝕んでいました。そして手紙を送った約1ヶ月半後の3月にカルペラン男爵は亡くなってしまいました。大きなショックを受けたシベリウスはこう心情を吐露しています。カルペランがいなくなってしまった。これから私は一体誰のために作曲すればよいのだろう。こうして自身の誕生日に向けて書かれた祝祭的な交響曲第5番は、内戦の苦悩と生涯の友の死を思わせる深い悲しみをまとわせた改訂版としてカルペラン男爵が亡くなった1ヶ月後に完成しました。交響曲第5番と同時進行で作曲していた交響曲第6番は1923年57歳の時に完成しました。この曲は牧歌的で清らかな印象とルネサンスの教会音楽を思わせる厳かな雰囲気を持っています。これまでシベリウスは交響曲において古典派とロマン派、前衛音楽などあらゆる時代の音楽の形式や戦法を融合させオリジナリティを発揮してきましたが、この第6番はその集大成ともいえる曲です。シベリウスは交響曲第6番を発表した翌年、第7番を完成させました。この交響曲第7番も少なくとも6年にわたって構想されていた大作です。試行錯誤の末完成したこの交響曲第7番は単一楽章の曲です。シベリウスはこれまでに作曲した交響曲の全てで毎回新しい挑戦をしてきました。それはシベリウスが交響曲とは何かを自問し、その都度異なる視点から答えを出してきた結果でした。
だからこそシベリウスの7つの交響曲はそれぞれが全く異なる魅力を持っているのです。ハイドンが確立し、ベートーベンが大成した交響曲の構造や手法を踏襲するのではなく、交響曲の本質を見直し追求し、前例にとらわれない新しい答えを示したのです。これがシベリウスがベートーベン以後最大の交響曲作家と言われる理由の一つです。交響曲第7番を書き上げた翌年の1925年、シベリウスは60歳を迎えます。カヤヌスがシベリウスのために大々的な祝賀コンサートを開催しました。誕生日当日にはフィンランド大統領がシベリウスを公式訪問し、白バラ勲章を授与しました。1926年からは年金も大幅に引き上げられ、市民からの多額の寄付も集まり、シベリウスはようやく経済的にも安定し始めます。しかしそれからほどなくしてシベリウスは新曲の発表をほとんどしなくなっていきます。作曲活動は継続していて完成した曲もありました。しかしなぜシベリウスが沈黙したのか、その真相は今も分かっていません。それでも70歳、75歳という節目には祝賀コンサートが開催されました。そしてその時が来たのは突然でした。1957年9月、ランチをとっていたシベリウスは急に倒れてしまいます。原因は脳出血でした。回復することはなく、徐々に意識が朦朧とし、その日の夜に91歳で息を引き取りました。フィンランドの英雄の葬儀は国葬として執り行われました。今もシベリウスは妻アイノと共にアイノラの庭で安らかに眠っています。シベリウスの人生と名曲いかがでしたか？今日の動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンを押してください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や演奏家の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。